前回のあらすじ。初見でいきなり始めた天皇家プレイ。手始めに吉野の南朝を滅ぼして順調な船出といったところだ。今回も前回に引き続き他の大名どもに戦争をふっかけまくって勢力拡大なのだ。というわけでこんにちは、ずんだもんなのだ。ごきげんよう、中部剣だ。さてと、前回に南朝も倒したことだし、今日より本格的な勢力拡大に移ると言っていたな。そうなのだ。でもまずは兵数を増やしてから戦うべきだね。そういや、自分の総数88人だったな。とりあえず軍事タブから正規軍の募集と。は？なんだこれ、今作から軍隊作るのに川と兵器が必要になるのか。ダカットと人的資源があれば徴兵できる EU4 とは違うのだ。仕方ないな。とりあえず交易タブから手動で兵器を輸入するぞ。いや、なんだよこれ。どれをどういじれば兵器を輸入できるんだよ。リリースされたばかりでまだ UI が最適化されてない感じなのだ。初見プレイの弊害が出てるぞ。あれからリアルタイムで10分くらい格闘していたらようやく交易画面に飛べたよ。大変だったが、これであとは兵器の項目を探して輸入するだけ。これ本当に輸入できるのか。輸入できてる感じはしないけど多分できてるかな。まあいいか、押せるボタンを押しまくってればなんとかなるだろう。と、ここで隣国大元帝国で大規模な反乱が勃発したとのこと。黄金の乱か。日本統一ができていたら呂布の領主に遠征したいところだが、まあ足利幕府が邪魔だから無理だろうな。しばらくしたら大明帝国になるのかな。なんかわからんが陸軍の募集ができるようになったぞ。ちゃんと不足していた資源が輸入できているようでよかった。私は今ノリと勢いだけで EU をやっている。それでは紀伊半島南部の紫色の勢力アイス氏に攻撃を仕掛けるぞ。僕たちは500人の陸軍、相手は100人しかいないのだ。早速交戦だ。見よ、圧倒的数の暴力で敵軍を一方的になぎ倒していってるぞ。勝利なのだ。死者数は我が軍6人に対して敵軍は全滅。圧倒的だな。ま、私の素晴らしい指揮の下で戦ってるんだから勝って当然なんだがな。いや、すごいな。私はアイス氏とは西室に勢力拡大することで講和。その次は法に本拠地がある赤松市に宣戦布告なのだ。敵軍はさっきの戦いよりも多い400人だが、我が軍も数を増やして1100人の大部隊だ。早速交戦。数的不利にもかかわらず赤松軍は粘っているな。指揮は両軍とも互角だな。ま、最後に勝つのは大和軍なんだがな。その後は赤松氏の持つ影響力をそのまま全て大和側に移譲。その後も細川氏、池田氏、三木氏に宣戦布告。今ってまだ戦国時代に入ってないよな。さっきからとんでもない数の戦争を仕掛けまくってるんだが。もちろんまだ応仁の乱も起こってないし戦国時代じゃないのだ。ただ EU 語における日本の初動は戦国時代よりも前に多くの戦争を他の大名に仕掛けて勢力拡大することが最適解なのだ。戦国時代に入る前に勢力を広げることで戦国時代の勢力拡大が楽になるよ。なんだその、良い大学に入るには良い高校に入るところから戦いは始まっているみたいな流れは。そしてなんとなく剣も察していると思うけど、応仁の乱に入るまで AI 大名は外交と軍拡をしないのだ。だからさっきからやけに敵軍があそこ勝ったのか。だからさっきの剣はクソ雑魚 AI 相手に切ってる痛い人なのだ。黙れ。で、どうする？このまま単調な戦いつまらんぞ。とりあえず剣にはこのまま1400年に起こるはずの応仁の乱まで戦い続けてもらうのだ。よし、あれから戦いまくって関西一帯と東海道沿いに勢力を伸ばしたぞ。さすが剣なのだ。まあ剣なら余裕なのだ。まあ一つ一つの大名はカスなんだが、情報網構築からの宣戦布告のルップが苦痛以外の何者でもなかった。でもおかげで1400年に圧倒的大勢力として突入できるのだ。戦国時代には少し食らい手応えのある相手と手合わせしたいものだな。そして1400年になった瞬間に応仁の乱のイベントが発生。各大名は一斉に建物主体国家から領土主体国家に変態して天下統一に向けて動き出したのだ。これは面白くなりそうだな。大和も新政復活を試みるボタンを押して領土主体国家になるのだ。それでは押してみるぞ。1400年1月2日、ついに天皇家による国家が関西一帯に爆誕したのだ。素晴らしい。陸軍の表示で半分くらい見えないけど素晴らしいぞ。ちなみに俯瞰で見るとこんな感じなのだ。関西は綺麗だけどそれ以外の国境が汚すぎる。剣、落ち着くのだ。
確かに吐砂物のようにぐっちゃぐちゃで見てるこっちまでもらいゲロをしそうな国境だけど、ここから戦争をしまくって天下統一すれば問題ないのだ。ま、確かに。それじゃあ早速戦国時代初の戦争を仕掛け。なんか包囲網がいきなり組まれたんだが。あ、おいおいおい、死んだわこれ。まだ焦る時じゃないのだ。ちょっと待て。包囲網の加盟が止まらねここ包囲網加盟のウィンドウを消すとすぐに次のウィンドウが出てきてちょっと笑ったのだ。笑ってる場合じゃねえよ。こりゃ本当にまずいって。待て。今エグい数の国が加盟したぞ。おいおい、さすがにまずいって。でもチューブ剣さんならなんとかしてくれるよね。いや厳しいって。あと急にフルネームで呼ぶな義務で言ってる感が出るだろう。そうだ。どうせ戦争するなら加盟国がこれ以上増えない今のうちに包囲網をぶったたくか。おっとこれは賭けに出た。それじゃ敵54カ国連合に対して宣戦布告だ。本当に宣戦布告してて笑った。笑うな。真面目に戦う点だぞ私は。とりあえず農民を招集。亡国の危機に全国民は国家に協力しなければならない。約500年早い総力戦とはたまれたな。戦闘面ではまず京都周辺にいる朝敵関東侍、幕府の犬、砂漠派を殲滅だ。それ武士の剣がいるのか。後時代も全然違うのだ。開戦早々各地で散発的に戦いが発生。やるな剣、早速戦いに勝ってるのだ。まあな。だって私は武士だからな。あれ、いつどこで戦いが起こっているのかが分からなくて勝手に負けてるな。そんなお茶目な一面を見せつつも大体の戦いでは勝ててるからセーフだ。お茶目、かっこ部隊全滅。そういう日もあるさ。ただいかんせん敵の数が多すぎて対処しきれないな。いやちょっと待つのだ。京都以外全部敵に占領されてるんだけど、しかも戦勝点マイナス40だし。安心しろ。戦いには勝ち続けている。これって戦いには勝ってるけど勝負に負けてるってことだよね。そうとも言うな。現在の戦況はこんな感じだ。大和側は1万4000人、54カ国連合は2万4000人の死者数。鉄砲も伝来していない。刀剣と弓と馬の時代にこの死者数。この戦争の規模がいかに大きいかを物語っているな。一応言っておくけど、この戦争の死者数には農民の徴集兵が多数含まれるのだ。それがどうした？つまり農民徴集兵が死ぬほど戦後の国の経済が低下するから注意だよ。確かに気をつけねば。そして一時は戦勝点マイナス40にもなったが、なんとかプラス1にまで持ってこれたぞ。本作は戦闘面から得られる戦勝点の割合が大きくなっていたから巻き返せたって感じだな。戦争開始前には3万人いた兵数は現在9000人程度。いい加減潮時だな。よし、講和するぞ。54カ国連合によく勝てたのだ。とりあえず取れる州を限界まで取って講和だ。本当に勝っちゃったよ。私は強いからな。そして大和の通る道を邪魔した包囲網の連中も道を開けてくれたぞ。その言い方怒られかねないからやめてね。あれ、なんかまた包囲網を組まれたのだが。ちょっと待て。さっき戦って死にかけたのにまた戦争はやばいって。はい、諦めて講和します。諦めるの早くない？いやさっきの54カ国連合戦がだるすぎて州を取られずに済むならいいかなって。なるほど。やばい、次の脳みそが溶けてるのだ。ちょっと待て、これどこまで続くんだ？剣がもう死んでるのだ。という夢を見ていたのさ。はいやさっきのセーブデータは過剰拡大の値が高くなりすぎて包囲網ループから抜け出せなくなったから諦めた。そうなのか。というわけでまた一晩かけて1400年まで勢力拡大させたのがこちら。どこが大和領なのかよくわからないのだ。見よ、これが再相互の大和の勢力圏だ。すごい。これ白枠で囲まれた箇所全部大和領なのか。でもその文化上拡大がやばいことになってそう。いや、もうここまで勢力拡大できたら包囲網も余裕だろう。それじゃあ1400年に入ったし早速領土主体国家になるぞ。あれなんか新生復活を試みるボタンを押せない。なんで？知らん。リリースされたばっかだしバグかなんかだろう。仕方ないな。こうなったら直接幕府をぶん殴って独立するぞ。よく見たら足利幕府から山口幕府に変わってる。朝廷としては幕府を開く許可とか出してないんだがな。もう完全に朝廷舐められてますやん。この時代の日本は舐められたら殺すのがデフォ。ほら、勝ち込みの時間だ。山口幕府は京都と上大野、北海道を領有しているのだ。この時代から北海道に入植しているのか。
これではまるで幕末の蝦夷共和国のようだな。その後は特に戦闘も起きずに講和だ。北海道には攻めなくていいのか？海軍がないから北海道までは行けないな。なるほど。そして背景では大和が領土主体国家に変態。突然日本の8割を占領する国家が爆誕したのだ。ちなみにさっきの講和会議で京都を山口幕府から割譲したはずなんだが、なぜか京都は山口幕府のままだったぞ。京都を割譲されるとは言っていない。ちなみに京都を持たない大和は首都が鎌倉になってるぞ。鎌倉府ってやつだな。そして案の定包囲網が大和の行く手を阻んできた。今度こそは勝てるよね。安心しろ、この日のために陸軍は大量に保有している。いざ尋常に。敵はどんな感じなのだ？まあ大和以外の国は全部敵だな。わかりやすくて楽に戦えるね。じゃあここからは16倍速で見ていくぞ。まさかの16倍速。見どころがないからな。ただの集団いじめられの構図でしかない。でも今回の再走で最適解が分かったな。戦国時代に入る前に戦争しまくるのが正解という変な状態なのだ。まあ DLC とかが来れば変わると思うが。いや変わってくれ。後州の中核化にかかる時間が長すぎるのも何とかしてほしいのだ。確かに現状属国を立ててそいつに中核化を任せるのが最適解らしいからな。まあ今回は属国なんか立ててないんだがな。いや立てろよ。よし、ここらで講和するか。講和してだいぶ大名も減ったけどまだかなりいるな。それならもう一度包囲網に対して宣戦布告。戦勝点がたまれば講和だ。今回は道南地域を中心に割譲していつでも山口幕府をはたけるようにするぞ。というわけで第二次対大和同盟戦も大和側が勝利。それでもあと少し大名の領土が残ってるのだ。あと1回くらい戦争すれば日本統一できるか。気をつけるのだ。そろそろ常備軍を解体しないと財政赤字がやばいのだ。なんだって？ダメだこいつまた戦争始めてる。落ち着けずんだもん。敵は日本列島にいる大和以外の全ての大名。つまりだ。この戦争さえ終われば日本統一だ。だからこそ全身全霊で敵を叩く。行くぞ。全農民召集。阿寒財政が死ぬ。言わんこっちゃねえ。借金生活に突入したのだ。案ずるな。まだ焦る時ではない。ほんとか？さっきから毎月新しい借金こしらえてるんだが。ママっぱだ焦る時じゃないから。どう見てもめちゃくちゃ焦ってるのだ。破産しました。何やってんだこの戦争狂。もう終わりだ。明日からは体を売って国家収入を稼ぎます。と、ナルトでも思ったか。残念。たとえ破産しても戦争には余裕で勝てる量の兵数を大和は持っている。むしろ借金がチャラになったから身軽になったとも言えるな。発想が終わってるのだ。あ、また破産してるのだ。もういい。早く講和して常備軍解体するぞ。今回で山口幕府のオホーツク地域を除いて全ての日本の州を併合だ。まだ大名の軍隊が残ってる気がするけど、これは建物主体国家の軍隊だから関係ないのだ。そしてみよ、この偉大な大帝国を。何？北海道のオホーツク地域が山口幕府領だって。黙れ。このままいけば順当に日本統一できるし、これはもう日本統一できたと言って過言ではないだろう。まあ確かに。でもなんかさ、破産しまくっててなんかこれじゃない感がな。これじゃない感とは何だ？いやこんな破産ループしてる状態で日本統一ってなんか違くない？ふむ、まあ言いたいことはわかるが仕方ないな。まあ今度は破産しないように常備軍をなくした状態で日本統一を目指すか。今回の敗因は明らかに常備軍の方だったからな。だがやり直すのは今じゃない。やる気が尽きたから続きは次回だ。次回は必ず破産せずに日本統一を成し遂げる。もしできなかったら高麗王国に亡命します。失踪だけは避けてくれなのだ。もちろんそれは分かってる。というわけで次回ちゃんと日本統一なのだ。頼む。うまくいってくれ。それはこっちのセリフなのだ。それじゃあ次回もお楽しみになのだ。私はもう寝る。再走して5時間以上連続でやったからな。お疲れ様なのだ。それじゃあ今回の動画はここまで。次回の動画もまた見てくれなのだ。あとついでにチャンネル登録もよろしくなのだ。それではさらばだ。僕からもバイバイなのだ。